こんちは。4シリーズの独自要素やっていきます。今回はモンハンシリーズの歴史において4と 4G にしかない要素を紹介していきます。4系列はかなりユニークな要素が多い異質な存在と言えるね。モンハン過去作はそれぞれに根強いファンがいます。この作品のこれが好きって人も多いのでは。かくいう我々も 4G にとらわれしハンターだからな。何がそうさせるのか改めてまとめていこうと思うよ。あと、動画の最後には 4K で新登場して、後の作品にもある要素をまとめているぞ。すべてではなく、代表的なものだけですが、すっかりおなじみとなった要素も多くありますよ。ではやっていこう。企画スタート。一つ目は世界観からキャラバン隊との冒険だ。4シリーズでは我らの団に所属して、そこのハンターとして狩りに赴きます。過去作は各村付きのハンターでしたが、各地の拠点を渡り歩く形式となっていますね。拠点が複数登場したのはここが初だ。それまではざっくり村、町の2つだけだったな。雑貨屋や工房はもちろん拠点ごとにあるし、拠点独自の重要な要素も多いぞ。直近だとライルスのなんちゃら隊が近いですかね。料理人はもはやハンターが兼任してますが。いろんな村を行き来するのもだいぶ近いよね。ディレクターの色が出てて面白い。時に他の部隊に助けられたり、あるいは助けたり、広い世界が舞台なのが魅力だな。それぞれにしっかりストーリーがありますからね。4K はここが非常によくできています。2つ目、恐竜ウイルス研究所関連。施設とアイテムのセットだね。恐竜ウイルス自体は 4K だけの要素ではないですが、研究施設はこのシリーズにしかありませんね。というか、4G にしか存在しません。4では対抗手段がないに等しかったですね。まあ、4G では恐竜化を超える化け物が生まれたからね。ちょっとくらい対抗できないと困るってもんだよ。この施設の目玉はウイルス鎮静化の石だが、販売されてるアイテムも汎用性高くて優秀だね。すべての異常を治す万能湯煙玉や、一度だけ方向を防げる応急耳栓が目玉ですね。この2つは 4G にしか登場しません。高難易度がある作品ならではって感じします。耳栓の方は錬金耳栓が近しいけど、まあ、手軽さはこっちが圧倒的に上だね。ほぼソロゲンとなった今でも、これらは非常に有用だ。ポイントしっかり貯めて確保したいね。続いても施設関連だ。竜神問屋における素材交換だね。モンスターの素材同士を交換できる仕組みですね。進行に応じて交換対象が増えていきます。対象はゲーム内では実際に狩れませんが、素材だけ入手して武具を作ることができます。プレイヤー的には装備の幅が広がって嬉しいね。苦肉の策といえばそうなんだけど。モンスター1体に1年とかかかるらしいですからね。開発事情としてはここが落としどころなんでしょう。交換対象はかなり豊富でして、ナバルやミラオスの素材まであります。4では砂漠系のモンスは大体これの対象だったね。砂漠自体なかったからな。交換まで含めると多くのモンスターがいることになるが、これでも拾われなかったやつもいるぞ。ギギネブラやドスバギーあたりがこれですね。発掘で名前だけカバーされてたりはしますけど。このシステムはクロス以降登場していませんが、今後も出ないんですかね。モンスの救済と言えるかは怪しいけど、ナバルあたり交換でもできないとマジで出れなそうだ。4つ目は古文書だ。4G におけるクエスト解放の形態だね。ゴグマジオス、いわゆるラスボス討伐後に追加されるクエスト群ですね。古い書物を解読するとクエ追加となります。解読はモンスターを飼っていけば OK。従来はハンターランクを上げていくのが主だったが、まあやってることはあんま変わらんな。これは MH4 とランク制が統一だから、それに代わる形で導入されたものだろうね。解放後とあって出てくるモンスターは皆兄弟。当然、古文書を進めないと会えない子もいます。が、4G はイベクエ限定のモンスが多いので、古文書にはただの強化個体が挟まってきます。これね、強化個体自体はいいんだけど、それをイベントで配ってほしかったよな。タラ君みたく古文書で足は追加されて、原種はイベクエだよりっていうねじれを生み出してるよ。DLC が終わった今は重い意味がありますね。強化ウカムとかちょっと浮いてるような。続いては極限化関連だ。4G 系の闇の極みとでも言うべき要素。恐竜化とか恐竜症は後にも登場してますが、極限化は 4G のみで確認されてる現象ですね。極限は恐竜ウイルスを克服したごく一部の個体がなる、生物の究極とでも呼ぶべき存在です。まあ、そのせいでハンター側は阿鼻共感だが、それは別動画でまとめてるから見てみてほしい。4G ってもともとかなり賛否激しい作品だけど、悪評は多分大体極限のせいじゃないかな。クロスの PR でわざわざ出ませんと明言されてましたね。恐竜化やギルクエとセットでしたけども。
合わせて交流石や極限強化も 4G のみの要素です。対抗手段とリターンの部分ですね。石は研究所のところで触れたやつだね。全くもって効果時間が足りてないが。極限強化は生産のみに後付けできる強化だ。カスタム強化とかなり近しい要素だね。古くは攻撃力ブーストなどありましたが、武器の選択肢を増やす素晴らしい仕組みです。MH4 で問題だった発掘との格差も、これでかなりマシになったと思います。聖レギなんてその最たるものだよね。ユニークな戦法が取れて楽しかった。とはいえ、極限自体のバランスはかなりめちゃくちゃ。今後の扱いに注目って感じかね。6つ目は探索とギルドクエスト。4K といえばこれ、なコンテンツだね。未知の樹海という専用マップでモンスターを狩ると、対応したギルドクエストが派生しますね。ギルクエはマップ、モンスの組み合わせ、報酬など、非常にランダム性の高い要素になっています。探索もギルクエもいわゆるエンドコンテンツだけど、回から遊べるってのはかなり珍しいよな。要素としては調査クエストにかなり近いね。ランダム性は全然違うけど。未知の樹海、またギルクエ報酬からは、発掘装備と呼ばれる武器防具が入手できます。これは、黄金武器が一番近いでしょうか。完成品がそのまんま出土します。最高級ともなると、制裁をはるかに超えるバグ武器が出現。誰もが欲しがる超性能だよ。が、入手確率は天文学的なほどに低い。現役勢は今日も樹海をさまようのさ。防具の方は生産の上位互換とかではありませんが、こちらも独自の性能を持っていますね。生産との格差とか色々言われる要素だけど、沼はかなり深いよこれ。ギルクエ最高レベルのモンスターは極めて強力。超特殊とよく比較されるレベルですね。マルチがあった当時は複数人でギルクエもできたが、お察しの通り空気はピリッピリだったよ。4G ではキック機能が追加されています。あとはお分かりですね。羽から入室即キックまで、オンラインのギスを一通り味わうことが可能でしたね。ただ、もちろん空気がいい部屋もあったよ。ネタチャット飛ばすのも面白かったし。それも最低限のプレイヤースキルがないと成立しなかったりするが。酸いも甘いも全部味わえるコンテンツ。ボリュームとしては間違いなく最強でしょうね。お次、エピソードクエスト。4G 独自の DLC の一つだね。こちら、基本的にイベクエと近いんですが、新たにキャラクターが追加されるのが特徴ですね。エピソードは全6話ありまして、それぞれに関連した人物が遊びに来てくれます。大老殿にポンポン人が入ってるが、まあどれも要人クラスだからいいか。エピソードって通りでお話形式で進んでいく。よりイベント感が強いコンテンツになってるよ。中にはとんでもないターゲットもあります。最初の2クエは一度しか受けられませんが、最終話である3クエ目には重要なモンスが登場。以降、3クエ目のみ何度も受けられます。実用性の点では、ぶっちゃけイベクエと変わらんね。追加されるのもイベントの欄だし。当然のごとく、エピクエ限定モンスありだよ。金レイヤーとミラルーツね。これらは重要な装備強化に関わります。特にルーツ防具はよく採用されてましたね。当然、今では新規ダウンロードができません。ダウンロード後にエピソードを切り替えることはできます。この辺が悩ましいんだよな。コンテンツ自体は最高なんだけども。エピクエはともかく過去作要素については今後も出してほしいところだね。次はだいぶピンポイントだけど、状態異常から重油拘束状態だ。ラスボス独自の異常ですね。油で身動きが取れない状態です。この状態で熱を持った攻撃を食らうと、ダメージが大きくなりますね。困るのはダメージアップより拘束されることだね。前半戦はこれが面倒でな。そもそも直接的な被弾につながるから、捕まったら全力でレバガチャしよう。後半は油がすぐ爆発するようになりますが、正直こちらのが気楽だったりしますね。シンプルに動けないってのはストレスだからな。かといってスキルで無効化するほどじゃないし。ともかくマジオス戦の特徴と言える要素だね。楽しいかどうかは置いといて。専用の異常まであるのは珍しいですよね。楽しいかどうかは置いといて。4K だけの要素は以上なんだけど、ここからは初登場の要素に触れていこう。後の作品でも何らか登場してるものですね。まずなんといっても、チャークと総中魂の追加。これ以降、新しい武器種は追加されていません。というか、追加削除はほぼ無理でしょうね。モンハントライであんだけ批判されてたところを見るとな、もう14種体制になってだいぶ長いしね。この2種もすっかりファンが定着してる、ナイスな追加要素だったと言えるね。あと、4の目玉といえばノリの登場ですね。いわゆる高低差はここから導入されました。これは当初、総中魂の特権のような扱いでしたが、今やすっかりお馴染みとなりましたね。あと、モンスターの種類もここで増えたね。河津系、ヘビ系、そして雲系は4からだ。
ただまあ、人気の種族とは言い難いかもな。未だにかなり種類少ないし。ダリウシュなんてずっと3種類のままですよ。ヘビっぽい外見の子なら何匹かいるんですがね。種族って骨格のくくりだしね。技術的にハウ系のモンスは難しいらしいし。カイリウシと若干被ってるような感じあります。ミツネはもともとダリウシを想定してたそうですし。あと忘れてはいけないのが、お守りなどの錬金要素。これは4系が初登場です。お守り、すっかり怨恨として定着したけど、再利用までできるのはここからだね。最低限のお守りがないとついていけないから、これは素晴らしい新要素だ。地味にエキス系が増やせるのも助かりました。狩りで取りに行くの面倒ですし。こういった周回を前提とした要素が、4系の沼をさらに深くしているのだと思います。マカ錬金だけでも相当遊べるしな。ガチャが次なるガチャを呼ぶんや。以上、4系の独自要素でした。まあユニークなものが多いね。やはり際立つのはやり込み系の要素ですね。とにかく幅広いのが特徴。狩りに収集にガチャ要素に、あらゆるニーズを満たしてくれます。しかも、それぞれの要素の深さが異次元。どれか一つでも極めるのは非常に困難だ。それと、後の作品に影響を与える重要なものも多い。なんせ武器種が追加されてるからね。もちろん我々、4以前からモンハン大好きでしたが、チャークがないモンハンって考えられませんね。ノリもなんだかんだシリーズに定着しています。いつの間にか武器種格差はなくなってきましたね。ワイルズだと傷口破壊もらえるからね。チャーク使いには重要な要素だぜ。ただまあ、いろいろいい風には言ったけど、闇もかなり深いのが4シリーズなんだよね。武器種格差や極限はもちろんのこと、そもそもモンスの基礎部分が強いですからね。全体的に流動的なゲームにしたいのが伝わりますが、ハンター側が全然適応できていません。いろいろと過渡期にあった作品かもしれないね。近代と古代モンハンの分け目的な。まあ、モンハンワールドもその立ち位置ですが、なんせハード性能の限界がありますしね。我々、4G は 4G で楽しみつつ、最新作にエッセンスが含まれるのを期待しています。極限だけはめっちゃ不安だけどな。うまく料理してくれることを祈る。ほいじゃ、次の動画で。またね。